蚕の万能と申しますけども、よろしくお願いします。本日は実用段階に達した、先ほどの藤島先生にもありましたけども、やはり凍結保存技術っていうのは、実用段階に達することが非常にやっぱり重要で、そのことについて、お話をしたいと思います。で、蚕の、このライフサイクルっていうのは、実は、このようになっていまして、失礼しました。卵から孵化をして1例幼虫、2例幼虫とこういうふうにライフサイクルがあるんですけれども、蚕は卵で既存の系統保存の技術としては、卵で保存をしています。で、それで長期保存しているんですけども、1年しか保存ができないという問題があります。そして、ここには蚕の絵を、そのためにはですね、毎年世代を更新する必要があります。で、それには九州大学というか、ナショナルの LBRP で保存しているのに3ヘクタールの桑畑を管理して、このように餌やりを朝昼晩と3回やって、あと、形質の評価をして交配作業をするという多大な労力がかかるわけです。そこで、私たちは、私たちというか、蚕のコミュニティでは、凍結保存技術の開発っていうものが、古くからの課題でありました。そして、現在では、この方法で、凍結保存技術を実用段階になっているんですけれども、まず、系統の保存には、オス側の生殖質、それからメス側の生殖質、2つのものが必要となります。で、私たちは、オス側のゲノムとして精子を選びました。そしてメス側の、ゲノムの保存としては卵巣を選びました。で、それは、これまでの蚕の長期保存技術の開発の歴史がありまして、その中から考えると、オス側としては精子、で、メス側としては卵巣を使うということが、最も有効であろうということで、このように計画しました。で、具体的にちょっとお話ししますと、精子を貯精嚢、蛾の貯精嚢から採取しまして、凍結保護剤を加えて液体窒素に保存します。で、メス側の、ものとしては、卵巣、4例幼虫なんですけども、4例幼虫の時にはまだ卵巣が未分化な状態だもんですから、その卵巣を摘出します。もちろん、凍結保存するので、保存するので、この系統とこの系統は同じものを用います。そして、液体窒素の中に入れて、長期保存をします。そして、その保存しておいたものを、まずメス側の方の卵巣を取り出して、それをこれと摘出したときとドナーと同じホストの、幼虫の例の幼虫に移植をします。で、この中で卵巣は発育をしてメスの蛾となります。で、このメスの蛾にこの同じ系統の精子を取っていたものを人工授精して産卵させるというものであります。で、このような、取り組みで、今は、私たちはコア系統をと申していますけれども、100年近く、50年から100年近くずっと均衡系できているコア系統、これは500種類あるんですけども、この凍結保存と生体で保存するという方法で今、系統を維持しています。で、トランスジェニックやゲノム編集、コンソミック系統など500種類あるんですけれども、これはもうほとんど凍結保存でのみ、保存をしております。なお、この開発した凍結保存は、蚕の禁煙な野産、テントウムシへも適用が可能であるということが分かっています。ただし、野産やテントウムシは精子ではなく、精巣を使ってこの方法でうまくいくということが分かっております。で、この私たちの開発し
した実用化した中で一番のポイントとなるところをお示しします。で、これは蚕の4例幼虫の状態なんですけど、メスです。で、スタースポットといって、正常門っていうんですけども、この正常門っていう斑紋の下にオバリー、生殖層があります。で、その生殖層は、こういう柱状の紐状の、ここに将来卵ができて、ここが卵巣が下っていって、ここから、成虫になったときに産み落とされるものなんですけども、こういう細長い紐状の組織があります。で、この紐状の組織をたくさん残しておくということが一つのポイントであるということが分かりました。そこで、表情で、麻酔をしておいたものを、その柱状の紐状のこういう組織をなるべく残しておいて、摘出して保存をしておきます。N2 タンクに入れておきます。そして、続いてこの凍結しておいたものを、今度は宿主の方に入れ込むんですけども、宿主のこの紐、これが宿主。青い方がドナーになりますけども、これが宿主側の卵巣なんですけども、この卵巣にも取り出すときに、この紐状のものを、この同じ紐状のものをたくさん残しておいて、このドナーの青色で示したものと絡めつけて、移植をする。そうすると、このつながる率が、非常に、よろしいと。そして、これはTG の蚕、こちら側が宿主側なんですけど、宿主側は光る系統でトランスエニックを使ったんですけども、これがドナーとホスト側の卵巣がつながって、このように卵が産み落とされるということがこれでわかるかと思います。そして、その、卵がこう出てくるので、そこにこうやって、精子をインジェクションしてやって産卵をするという、こういう方法を開発したわけで、今、この方法でほぼ、80% の系統は、この保存方法でうまくいくという技術ができております。で、ところが、最初にお示ししたように、この蚕では従来、卵で保存していたわけです。で、この卵で保存するっていうのは非常に、受精卵で保存するというのは非常に楽でありまして、メスの蛾が産んで、それぞれ卵を産みつけてくれます。産卵台紙に、メスが糊のようなものを持っていて、で、産み落として、それを保存します。で、こういう台紙に産み落としたのを、地下室で保存して、冬季は冷蔵庫に保存しておくという方法でやります。ですので、これに比べると、今の方法に、こういった方法に比べると、卵巣を凍結して、精子をインジェクションするというのは非常に手間のかかるものです。そこで、もう少し簡単に、この受精卵で保存できることができないかということで、2018年から19年にわたって、一つ技術開発を行いました。で、まず受精卵というのは、蚕の卵なんですけども、この硬い殻があります。卵殻、鶏の殻のようなものがあると思います。で、先ほども藤島先生のところで出てきましたけども、凍結保護剤という保存するときには凍結保護剤というものを使いますので、それが浸透しにくいので、この卵殻を破る必要があります。そして、除殻しておいたものを培養して、グレースでのメディウムにこれを入れておくと、その中で育ってくれて、10日間くらいすると、このように孵化幼虫が得られて、餌を食べていく。これは無凍結の場合、こういう技術、こういうふうにして、時代が得れるということは、既存の研究で分かっておりました。ですので、この
状態のものを凍結保存できないかというのを検討したわけです。で、その除覚した廃紙に凍結処理を行います。で、凍結処理を行って、その後の、ですから、ここの場合は、もう凍結卵巣とか凍結精子とかは、そういうものは一切抜きにして、この受精した胚をそのまんま、凍結保存して、やって、そして孵化してくれば成功ということになるわけです。で、現在、ところが、こう示した結果、凍結卵巣は凍結したのが84、で、生存胚77、生存率は 92%、そして孵化したものがおりまして、その孵化率というのが 26% という形なんですね。で、ちょっとここの孵化というガラス化凍結したものは、孵化をしたということは確認したんですけれども、それが食べてくれない、餌を食べないというのが、残念な結果でありました。で、ガラス化液というのは、エチレングリコールを使うのが一般的であり、私たちもそれが一番成績がいいということは分かったんですけども、そのガラス化凍結をするときのエチレングリコールが、この胚は一見未凍結の胚子と同じように見えるんですけども、内部を、胚子の切片を切ったところ、中腸が破壊されているっていうことが、分かりました。それで現在はそのガラス化液やそれから、凍結の条件、それから解凍条件などを、検討しているところなんですけれども、どうも、それをうまくクリアして、接触するというところまでは、私たちのそのプログラムではうまく結果は得られていません。で、使った方法っていうのは、少女梅の廃止の方法に準じて系統したんですけども、除覚した卵の中に 0.75 モルのエチレングリコールを10分、で、2モルのエチレングリコールに徐々に置換をしていって、8.5 モルのエチレングリコールで、液体窒素に給湯凍結して、で、ガラス化の状態で凍結しておいて、あと40度に温めた培地で急速解凍して、培地で、洗浄して、整地培養をして、行うという方法を、とっております。方法的にはこういう、もう少し詳しく説明すればいいんですけども、時間的にないので、このような方法でやっております。で、この時に一つ、アルミプレートの活用っていうのを、ここにお名前があるんですけども、田中大輔さんの研究校の田中大輔さんから植物の方での傾聴点培養でうまくいってるからって言って、こういうアルミプレートを、の、使用を、アドバイスいただいて、これによって進めました。で、この良いところは、こういう今作業を、非常に短時間でできるというメリットがありました。で、そこで私たちは、今現在、ちょっと廃止の方はちょっと難しいかもしれないんだけれども、実は、一番私たちの系では、精子を、オス側の生殖巣として精子を使うという方法でやってるんですけども、これを精巣に置き換えることができるんではないか。やはり遺伝子資源を守っている人間としては、バックアップの体制はたくさんあった方がいいので、精巣でこの
アルミプレートの方法を使って、できる可能性が今少し出てきたという、ことでございます。で、私たち、最初にも紹介がありましたけども、NBRP というのは中核的拠点整備プログラムと、それからゲノム情報が基盤技術整備、これ今日のタイトルなんですけど、これなんですけども、あと遺伝情報センターのプログラムからこう成り立って、やっているんですけども、このすべてこう回っていくものですので、今回、本当だったら受精卵でできたらよかったんですけども、その受精卵で経験したことをまた、違うこの中核的拠点整備プログラムの中の、清掃凍結っていうふうに生かしていけるんではないかというふうに今は考えております。少し時間が長くなってしまいましたが、以上で、私、発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。